皆さんこんにちは、ルイです。今回はメンテナンス中、ちょっと暇な人も多いと思うんで、質問コーナー久しぶりにやっていきたいと思います。前回の質問コーナーが確か1ヶ月ぐらい前だったから、どこまで読んだか正直覚えてなくて、何個かもし抜けてたらごめんなさい。ちなみに質問は、ルイゲームズのディスコードサーバーの動画質問用ってところにチャットしてくれたら、質問コーナーの時に答えていきたいと思います。赤デク、紫轟、青戸川持っていて、赤デク、青戸川、エイムやコンボが下手で、紫轟はコスチュームがあまり強くないんですけど、ランクを上げるならどのキャラがおすすめですか？スイッチ勢です。なるほど。この3人しかダメってことだよね。だったら赤デクか紫轟かな、今だったら。今日のメンテでどうなるかわかんないけど、青戸川が難しい理由としては単純に HP が250しかないんで、今の環境だと結構きついかも。赤デクはある程度エイムが必要ってなったらやっぱ紫轟かな。壁走りとかスペホとかつけて、あとは建物を中心に戦っていけば、事故率も減るし、終盤まで生き残れてランクしっかり上げれると思う。続いてモノマの体力を260以上にするチューニング。これはね、他にもあると思うけど、俺がやってるのは遊泳ジャージ、高速補給機器投下をつけれるやつ。次は青トガですぐに変身を解除した方がいいキャラや、変身したまま戦った方がいいキャラなどありますか？これはなんかすぐに解除しないといけないとか、戦った方がいいとかっていうのはほんとケースバイケースで、敵の個性を取った時に、変身解除してコンボしたりとか、変身解除してリロードリセットして逃げたりとか、逆に変身したまま逃げれるキャラ、例えばホークスだったら特殊アクションで逃げれるとか、その時によって変えていいかな。絶対このキャラは解除した方がいいとか、絶対このキャラは変身したまま戦った方がいいってことはない。次はルイさんの本業は何ですか？プロゲーマーなんですかね。プロゲーマーはもう何年前だ？ 3、4、5年ぐらい前じゃないかな。ちょっと適当すぎるけど。次はルイさんが使ってて一番楽しいキャラ。難しい。キデクも面白いし、全然違うタイプで言うと紫ダビとか、赤しがらきも好き。次は結構ガチめに最近ヒロアカでいつ切れたか知りたい。ヒロアカで切れたことないんじゃないかな。なんか敵が倒したら抜けてアイテム落とさないとか、チートとかと当たって、動画上ちょっとなんか、おいふざけんなよみたいな感じにはなっても別に切れるってことはないかな。そんなイライラすることある？次、質問です。ヒロアカ本編ファイナルシーズン楽しみですか？もう始まっちゃってるね。楽しみ。てかめっちゃおもろい今も。ちなみに、ヒロアカ原画展も行ってきました。詳細は俺の X に画像上がってます。次は赤デクとキデクは壁走りか GP チューチューどっちがいいか。壁走りです。赤デクだったら正直壁走りなくてもいけるけど、キデクは欲しいね。次、スマホゲーム何やってますか？今はね、ブルーロック PWC だけかな、スマホゲー。次は好きだった教科教えてほしい。教科マジで思い浮かばん。体育とかじゃない。今何歳ですか？ご想像にお任せします。別に言いたくないとかじゃないけど、逆に俺の年齢を知らない新しい視聴者がこんなにいっぱいいるっていうことに俺は喜びを感じてる。スイッチ勢です。超苦手なキャラも1時間ガチで練習したら上手くなれますかね？体験談などあれば教えてほしいです。苦手キャラ、苦手っていうのが例えば理由として、コンボができないとか、エイムがそこまで得意じゃないっていうんだったら、練習すれば上手くなると思う。次は、モノマは例外として、結局エイムがいい人なら、玉キャラが一番強いんですかね。赤デクとかだと、アルファ2発で毎回吹っ飛ばして完封しまくればいいし、対複数人にもある程度いけるし、結局エイムがいい人だったら玉キャラが一番強い。ソロでやるんだったら、玉キャラか、相沢真相、紫オールフォーワン。この辺じゃない？あとはキャラパ、もうシーズンで本当にキャラパが高いやつ。今だったらコンプとか、青デク、この辺も強い。青デクに関しては今回メンテナンスでナーフされないんだけど、多分、一番終わってるね、正直。上手い下手とか関係なしに強すぎるから、もう本当にキャラパの塊。次は、相沢の引き寄せ後のアルファはどこを狙えばいいか。敵の足元のちょい手前ぐらいかな。
敵が浮いてたら真下狙ってもいいんだけど、なんか遠すぎるとダメージ低くなっちゃうし、近すぎるとペチってなっちゃうし、その中間点。次は今ルイさんが青デクを除いて一番強いと思うキャラ、個性技など教えてほしい。コンプです。ただ今日のメンテナンスでおそらくナーフされる理由は、機動力の高さ、チューニングの強さ、相性の良さ、あとはビー玉のひるみ、そしてトラックの範囲とダウン値の低さと火力で一定距離を保っておけば弾キャラに対して、ベータで防御もできるし、最強だね。次は僕は弾キャラが苦手で最近練習してるんですけど、弾キャラを使うなら誰がいいですか？僕はスイッチ勢です。弾キャラ使うんだったら今の環境だったら誰がいいかな。赤轟かな。絶対赤轟。アルファも慣れれば当てやすいと思うし、弾速速いし距離も長いし、アルファ当たんなくてもガンマとベータが強い、そしてガンマの機動力が高いし、壁走りつけて赤轟使ってみてください。次は瀕死の敵を見失って逃げられることが多いんですけど、敵を見失わないコツを教えてください。敵をしっかり見ておくっていうのももちろんなんだけど、自分が今やられてる敵の立場になった時にどこに逃げるかどうするかっていうのを考えればいいと思う。次は黄色霧島と赤霧島の共通のおすすめコスチュームチューニング。なんだっけ、なんかちょっと岩っぽい今メンテナンス中でログインできないから名前見れないんだけど、なんか岩っぽいコスチューム、アンタッチャブルみたいな、アンジャッシュみたいな見てそれでフィクサーとスペホでガンマめちゃくちゃ上げれるやつ、それです。ちょっと探してみてください。もし知ってる人いたらコメントで書いてあげてほしい。次は青デクルイさんアルファ上げがいいって動画で言ってたけど、エイムが悪い人はガンマ上げの方が良かったりしますか？どうだろう、そうなんかな。でもアルファがいいと思うよ俺は。結局なんか青デクってさ、みんなとにかくガンマ起動させて、近づいて格闘当てればいいと思ってる人が多いと思うけど、そんな格闘意識しない方がいいと思う俺は。格闘は、1対1で絶対的に周りから邪魔されない時と、ガンマのパーセントを回復したい時に使えばいいと思う。あとは基本的に遠くから地上アルファぶっ放しとけばめちゃくちゃ強いからアルファでいい。弾速も速いし範囲も広いし貫通もするし、苦手とかでもアルファを打ちまくった方がいいと思う俺は。次は敵から逃げる時に心がけていることとか、敵のキャラの、個性とか特殊アクションを使ったタイミングとか、どのタイミングで使うかっていうのもしっかり見ておいて、あとは遮蔽物をしっかり使って車線を切りながら、味方や他の戦ってる敵がいるんだったらそこになすりつけるように動く。次は生配信をするつもりはありますか？これはね、未定だけど予定はある。次はランクをしていて何もできずボコボコにされてしまう時があります。大体敵のキャラは青戸が玉木、相沢真相などです。エイムもそこそこ悪いわけでもないし、逃げ方も自分的にはそこまで下手くないと思います。なぜボコボコにされるのでしょうか？逃げれません。機種も関係しているのでしょうか？多分ボコボコにしてくる人はスチームの人たちです。キャラがね、今書いてるのは青戸が玉木、相沢真相。1対1が強すぎるキャラなんで、それは1対1で戦わない。多分その場合逃げ方も自分的にそこまで下手くないって書いてあるけど、追っかけてきてボコボコにされるってことは自分の味方が近くにいないってことなんだよね。だから自分の立ち位置を変えればいいかも。もっと味方と一緒に動けば、例えば自分が相沢とか玉木とか真相にやられてても、横とか後ろからカバーしてもらえるようになるんで、立ち位置を変えよう。次はヤオモモをよくやっている彼女さんと急にやらなくなった時期がありましたが、なぜですか？やらなくなった時期なんかあるかな。多分動画撮りためしてるから、割と早めに上げる動画が重なっている時は登場してこないだけかも。あとは単純に時間が合わないとか、忙しいとかでヒロアカを一緒にやってなかった期間なんかな。じゃあだと思います。村上ってアルファの次何上げるのがおすすめか？ガンマは4にしといて、俺はベータ9が好きかな。スイッチ勢です。今のシーズン特にケオスめっちゃラグいんですけど、シーズン終わる頃ぐらいには軽くなってますかね？わかんない。まだなんなさそう。ただ俺スイッチ2でやった時はケイオスそんな重くなかったから、ケイオスやりたい人はスイッチ2いいと思う。ヒロアカで好きなオープニングありますか？これむずい質問きた。割と結構好きなやつ多すぎるな。でもやっぱピースサインも好きだしな。なんだろうな、どれかなでもエンディングも好きなんだよね。
緑黄色社会だっけとか。いやでもエンディングって言ったらもっと好きなのいっぱいあるな。ちょっとこの話はまた今度かも。むずいかも。カーテンコールも好き。最近見た映画、なんだろう。映画館最後行ったのはコナンなんだよね、多分。今年あんま行ってないから。映画か。まあ、見直したやつかな。アベンジャーズもう一回見たね。それぐらいかな。最近見た映画。ヒロアカ好きな人でアベンジャーズ見てない人はね、ぜひ、クソ長いけど最初から全部見たらマジでおもろいから見てほしい。カスタムとかってやりますか？まあこれもやる予定はあるっちゃある。続いてモニター何インチ使ってますか？俺は24かな。24以下がいいと思う。21か24か、それぐらい。大きすぎるとね、まあちょっと目で追える範囲が限られてると思うんで、敵見つけるのとかも大変になるし、24以下がいいかな。ヒロアカやってて理不尽だと思うことはありますか？まあ弱いキャラ使ってると強いキャラにどうしようもないことってあるよね。それぐらいかな。最後はルイさんの感動を教えてほしい。DPI400 マウスね。で、ゲーム内感度は今90、90、90、90です。以上、質問コーナーでした。メンテナンス終了後、アップデ内容の動画もすぐにアップするんで、まだチャンネル登録していない方はチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。準備万端。